おはようございます。今日も離島ターミナルに来てます。今日乗るのはこれ。今日はね、竹富島に行きます。なんか今日一日ずっと雨予報なので、ちょっとね何しようかなと思ったんだけど、今日は竹富島に行きます。久しぶり、何年ぶりだろう、竹富島は。でもね、水牛車とかもあって雨でも意外とね回りやすそうな感じなんで、竹富島にしました。ちょっとね、石垣はね初心者だから、沖縄本島はすごい何度も行ってるんだけど、毎年ね、石垣島はねまだ人生で4回目とかそんぐらいで初心者なんで、ちょっとね効率いい回り方とか全然わかんないんですけど、今日は竹富島に行こうかなということで、これに大きい船だな、これに乗って竹富島に行きます。無事に乗船完了しました。で、ここから10分から15分ぐらい船に乗って竹富島に向かいます。結構ね、大きいからすごい広いし、椅子とかもすごい綺麗でいいですね、この船は。ちなみにテレビもついてる。竹富島に到着。船2台ある。大きい方で来ました。やばいな、人。やっぱめちゃくちゃ観光地の島だから人がすごいです。観光客がめちゃくちゃ多い。ちょっとサクッと回ってって感じかな。どうだろう、何しようかな。ちょっと決めながら行きます。港の前にバスが止まってて、でそこに行ったら水牛車そのまま受付できたので、今日は新田観光さんの水牛車に乗ることにしました。バスで港から送ってもらって、今水牛を待っています。ちょっとね、一旦水牛車で回って、その後何しようかなって感じ。ポストカードもらった。イエーイ。でちょっとね、水牛車を待ちます。水牛車めっちゃ良かった。引いてくれたのがピータくんっていう子だったんだけど、ピータくんね、もうめちゃくちゃ道草食ってて、途中のねこういう草とかをめっちゃ食べててね、すごいね可愛かった。でもう本当に牛さんって賢いから、自分で何にもね、なんていうの、車の部分をつけてあげるとかじゃなくて、自分で全部頭をこうやって入れてセッティングしてて、すっごい賢いなと思った。もうね、めちゃくちゃ雰囲気いいところをピータくんが引っ張ってくれて、すごい楽しかったです。で乗ってる間、三線弾きながら民謡をね歌ってくれたりとかもするので、観光にはもうめちゃくちゃいいです。こういう石垣がたくさんずらっと並んでるところずっと進んでいきます。でやっぱ今日天気があんま良くないからね、人が少なくてめちゃくちゃ良かった。なんかね、バスが港着いて何台かあったんだけど、1台はもうめちゃくちゃ人が多くて、もうやばかったの。みんなそのバスに乗ってくぐらいの勢いですごい混んでて、私はそっちじゃないバスに乗ったから、もうほぼもう一つの家族と私だけで、すごいねめちゃくちゃゆったり回れてよかったです。途中ですれ違った時、他のところはもう1台に満帆で人がもうバーってなってて、すごいみちみちだったけど、私が乗ったところはすごいゆっくりいろいろ教えてもらいながら見られてよかったです。ちょっとねマップをもらったんだけど、歩いて散策しようかなと思います。ちょっとめっちゃ折りたたんじゃったなんでちょっと行ってみよう。ここが有名な朝戸屋ユンタの場所です。曲がねあります、朝戸屋ユンタっていう。そういうのも全部ガイド付きで説明してくれるからめちゃくちゃいいです。水牛車乗ってる時に教えてもらった、これはねなごみの塔です。この上ちょっと行ってみよう。ちょっとね集落の周りぐるぐるしてたら、港でいっぱい人いたから、その人たちがやっぱり集落ぐるぐるしてるみたいで、人がすごいね多いですね。よいしょ。素敵だなほんと。ハイビスカス、ちょっと登ってみよう。塔に祝いわしい。すごいね、赤瓦がめちゃくちゃ見えます。まだ登ってないけど。
なごみの塔。おー。あ、この上は行けないようになってるんだ。ここが一番最大でした。あんまり海とか見えない。今日はもう時間を気にせずにゆったりお散歩をすることにしました。でね、小学校と中学校があった。ここも校門が赤瓦でできてて乗っかってる。竹富小学校、竹富中学校。人口はね、さっき水牛車で聞いた時400人ぐらいって言ってた。で、高校はないから高校生の年になったら石垣の方に行ってそっちで住むんだって。下宿生活みたいな、ね、親元を離れるのめちゃくちゃ早いですよね。私は無理だ。親元を離れるの未だに自立していない。わお。こんな感じでずらーっとここも石垣が並んでいます。でね、歩いててめちゃくちゃ思うのが結構海外の方多いなって思う。石垣島から10分15分の距離だし、便もめちゃくちゃあるから来やすいんだよね、絶対すごく。で、街並みもすごい綺麗だし、たくさん海外の方とすれ違います。日本語じゃない言語が聞こえてくる。昨日はね、全然いなかったから、黒島そもそも観光客が全然いなかったから、今日はね、すごい観光地って感じします。もう心ゆくまでお散歩をする。あったかいっていうか暑い。普通に今ライトダウン着てるんだけど、パーカー昨日夜洗っちゃって全然半袖でいいかもしれない。暑いな、歩くと。大きな木。なんだこれは。あっちに看板あるかな、見てみよう。ちょっと入ったらよくないとこかもしれないから入らないでおこう。すごいいろいろね、看板があってそこに書いてあります、説明とか。あ、井戸だ。井戸。桟橋リベンジ大成功じゃないですか。昨日ほど強い風は吹いてなくて、でもうね、めちゃくちゃ魚が泳いでいるのがくっきり見えます。すごい水きれい。桟橋。この先は立ち入り禁止です。もうね、昨日は強風でブワーってなってて大変だったんだけど、今日はね、そんなに風吹いてないからすごいゆっくりできる。もうね、かれこれ1時間ぐらいここにいる気がします。ずっとここの魚を眺めてる。ちょっとね、GoPro だと広角だから映りにくいかもしれないんだけど、たくさん魚が泳いでます。めちゃくちゃ綺麗。もう最高です、本当に。なんか撮る前全然風吹いてなかったのに、撮り始めたら風吹いてきたんだけど、どういうこと？あれめっちゃ綺麗。ずっと見てます、さっきから。あ、見える？泳いでるの。あ、素敵ですね。ちょっとこの後の予定はまだ決めていないので、もうちょっとお散歩するか、バスで港まで送ってくれるみたいだから水牛のとこに戻るか迷ってます。あれ本当にいいわ。晴れたらもっといいな。魚晴れてほしいな。今さっきちらっと紹介した朝戸屋さんがカフェになってて、そこでぜんざいを食べてきました。あったかいぜんざいなんだけど白玉たくさん入ってて美味しかった。でね、食べる場所がお家の中に入れるんですよ。もうすごく静かでめちゃくちゃね、落ち着いた空間が広がってました。ちょこっと休憩しようぐらいな感じで入ったのにすっごいリラックスできてめちゃくちゃ良かったです。でね、もう今回の旅行最大級の雨が今降っています。めっちゃ雨なの。からもう
結構お散歩もし尽くしたし、港に戻ろうかなと思ってます。水牛乗ったところでバスをね、予約して港まで乗ることもできるんだけど、そうするとフェリーの直前しかなくて、バスがからちょっとね、港の近くのビジターセンターとかも行きたいので、時間的に考えたら歩いた方がいいかなって感じなんですよ、予約しないで。でもね、もうびっちょびちょなの。腕も足もびちょびちょ。こんなまさか降ると思ってなかったですよ。まあでもビジターセンターに行きたいので、ここから港まで歩こうかなという感じです。15分ぐらいって書いてありました。頑張って歩こう。雨だいぶ落ち着きました。で、結局バスに乗って港まで送ってもらうことにしました。で、今ね、水牛車とすれ違った。もうめっちゃ可愛かった、水牛さん。私が乗った子よりもすごいね、ちっちゃかった、体が。もう頑張って引いてました。あれね、車自体が1トンあって、で、乗る人の人数にもよるけど、お客さんだけでも1トンぐらいになるから、2トンぐらいを引っ張ってるらしいんだよね。びっくりしちゃった。そんなパワーあるんだって。めっちゃ可愛かった。でも頑張っててありがとうって感じでね、ちょっとバスのお願いしたから乗り場まで行こうと思ってます。結局ね、乗っちゃうっていう。で、あっち着いてから20分ぐらいあるから、そこでちょっといろいろ見たいなと思っております。港まで送ってもらいました。でね、今この中で入島料を払ってきて、この入島の証明書と、あとはステッカーをもらってきました。これね、私はね、ヤギを選んだステッカー。かわいい。方言と、あとその、英語とね、日本語でこれは何を意味する方言ですよって書いてあるステッカーがいろんな種類あります。私はヤギを選んだ。イエーイ。でね、もうあっちに船が到着するらしいんで、そろそろ行こうと思います。また結構雨降ってきちゃったんだよね。あれだ。あれに乗って帰るんだね。じゃあそろそろ向かおう。マジで可愛いこれ。なんかね、前回入島料払った時とはまたね、違うステッカーに乗ってた気がする。他のやつもらった、前は。さあ、とりあえず船に乗って石垣に帰ります。ゴー。こんばんは。石垣島に戻ってきてですね、ちょっともう昨日今日ずっと歩いてて体が疲れちゃったので、なんとマッサージしに行きました。すごいね、めちゃくちゃ揉みほぐしが上手で、もう今、足がって感じだったんだけど、すごいスッキリしてます。最高。でね、今からちょっと夜ご飯どっかで食べて、で、今日はもう明日ね、早く帰るから、早めに寝て、明日早く起きて、最後の最後でご飯とかいろいろ楽しみたいなと思ってるので、サクッとご飯を食べて帰ろうと思います。そしてね、今日この動画を撮っているのは2月1日なんですけど、なんと今日 YouTube10 万人登録者いきそうなんですよ。だからもうそれですっごいそわそわしてて、早くホテルに帰りたいです。なのでちょっとご飯食べて、で、ホテルに行って、早めに寝て、明日の朝美味しいご飯食べていこうって感じ。その作戦、一応。ちょっとね、どうしようかな。ちょっとサクッと選んでいきたいと思います。おはようございます。現在朝の8時です。今日はね、お昼の便に乗ってお家に帰るので、結構ね、時間がないんですよ。ね、今何をしてるかっていうと、歩いてスーパーに向かってます。ちょっとね、黒糖を頼まれてるので、黒糖を買いに行って、で、ご飯食べて帰るみたいな感じ。結構ね、時間がないです、本当に。で、もうね、ありがたいことに YouTube 登録者順番にありがとうございます。それでもうね、夜中ちょいちょい起きたりしてたから、まあね、10万人っていうのを撮りたくてね、カシャってスクショしたくて、それで起きてたからもう今めちゃくちゃ眠くて、でもまあ頑張って起きました。もうすぐね、スーパーに着きます。ねむねむちゃんだ。やってるかな？待って、時間見るの忘れちゃった。朝やってる。何時からか。金秀で何時からだろう。どうしよう、閉まってたら結構悲しいんだけど、悲しいどころの問題じゃないけど、まあとりあえずここでのミッションは今、おやつの黒糖を買う。頼まれてる黒糖を買って戻ってご飯食べに行って空港に行く。 OK。 やってる朝7時オープン。金秀
OK。じゃあここで黒糖をとりあえず買います。ちょっと急いで買ってきますね。OK。無事に買い物を済ませて元気を飲みながらお散歩してます。離島ターミナル。いやちょっとね、朝ごはん食べたいんだけどどこで食べようかなと思って迷ってるんだけど、あと1時間後ぐらいのバスに乗るからそんな時間がないんですよね。ちょっとやばいけど離島に思いを馳せております。昨日乗った船だ。あーいいな、また来たいすぐに。ちょっと待って、朝ごはんどうするか考えよう。あと1時間だからねっていう近況報告でした。朝ごはんは結局エンダーにしました。そう、モーニングのパンケーキプレートがあると思ってきたんだけど、それがなくて普通にフィッシュフライハンバーガーを食べました。でセットでモーニングで飲み物もつけられるのでコーンスープも飲みました。もうね大満足ですよ。でもうあと15分ぐらいで空港行きの乗りたいバスが出ちゃうので、もうそろそろバスターミナルに向かって空港に向かおうかなって感じです。いやもう本当にあっという間だった。今回本当は5日間休みをね取れて、でそのまま4泊5日で遊びに行きたいなと思ったんだけど、いろいろね字幕作業とかでやってて1泊減って3泊4日になったの。結局明日も仕事なんですけど、でもやっぱ足りないな3泊4日。もうまたすぐに来たいです。今度は黒島とか、あとまた小浜も泊まりたいな。はあ、すごいよかった。じゃあちょっとこのままバスターミナルに向かって帰ります。お家にちょっとチラ見してくか、あっち。あでもいいや、行っちゃおうって感じです。バスに乗って空港まで来て保安検査も終わりました。で今飛行機を待ってます。もうね本当に3泊4日めちゃくちゃあっという間だったんだけど、またすぐに来て今度は黒島に泊まりたい。もう何回もめっちゃ言ってるんだけど黒島に泊まりたいです。帰りは三品茶を飲んでちょっと思い出に浸りながら帰ります。ということで本日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。